こんにちは、なおです。今回はいろいろ使ってみたけど、これを選んでおけば OK というおすすめの守護霊を紹介したいと思います。はい。2周目も全ミッションクリアし、トロコンもして、いろいろと2を2をする中で、守護霊もかなりいろいろ使ってみた結果、それぞれがですね、いろんな強みを持ってはいるんですけれども、中でも各タイプ別に一つずつ、これをつけておけば、間違いはないんじゃないかなというのを今回選んでみました。もちろん、それぞれの守護霊がそれぞれの強みを持っているため、一番はこれということではないんですけれども、かなり今回選んだ守護霊は汎用性も高く、そこまで何かに特化した装備をしているっていうわけではない人にとっては、かなりおすすめなんじゃないかなと思います。理想的には目的別にもちろんその都度守護霊を付け替えることがベストです。ただそういったのが面倒という方もいると思うので、ぜひ参考にしてみてください。ちなみに今回のものはバージョン1.08でのものになります。今後のアップデ次第でまた修正等入ると大きく評価が変わることがあるので、その時はまた動画でその都度紹介したいと思います。そして今回の守護霊を選んだ基準なんですけれども、守護霊技はあまり重要視していません。理由は私があまり守護霊技を使わないっていうのもあるんですけれども、これといって特出して、これはすごい便利だな、これはもうずば抜けて使えるなという守護霊技がちょっとまだ現状わからなかったので、一旦保留という形にして、今回は重要視しておりません。代わりに選ぶ際に重視したのが、この守護霊の加護ですね。言い方を変えれば、守護霊が持っているオプション効果ということなんですけれども、こちらと、あとはこの画面下の方に書いてあるんですけれども、漂着容量ですね。この標備針の場合だと24なんですけれども、この漂着容量が各守護霊ごとに決まっていて、多ければ多いほど、その分玉城をくっつけることができるので、お得になります。はい、そうですね。説明にも書いてありますね。この数字の分だけ玉城をくっつけられます。はい、それでは各タイプ別おすすめ守護霊、早速紹介していきたいと思います。まず最初は、モーの守護霊。はい、こちらですね。モーからは、標備神をおすすめしたいと思います。こちら、守護霊の加護に、攻撃範囲アムリタゲージ B プラスと、モーの妖怪技ダメージがつくことにより、簡単に攻撃力をアップして、さらにモーの妖怪技のダメージも上げることができます。ちなみに、モーの妖怪技として自分がちょこちょこ使っているのは、塗り壁の玉城とか、あとは魔活武者なんかになります。こういったものであれば、この標備神の守護霊の加護のモーの妖怪技ダメージアップの効果により許可されます。先ほど守護霊技はほとんど重要視しないとは言ったんですけれども、この標備神の妖怪は、すみません、妖怪技じゃないですね、守護霊技。結構シンプルなんですけども、これはぶっちゃけ結構使えます。簡単に相手を、よいしょ、出も早くて、簡単にこの非属性やられにできるので、ただ実際これはたまたまこうやって結構使える守護霊技なんですけども、こんなによく使える守護霊技はそんなに多くありませんね、現状は。また今後アップデートで守護霊技強化されるんじゃないかなとはちょっと思ってはいるんですけれども、はい、といった感じです。特にモーの妖怪技玉城を使う方にとってはぜひおすすめしたい一つになります。ちなみにこの標備神漂着容量は24と
すごく多いので、ある程度コストのかかってしまう玉城でもつけることが可能です。そこもおすすめした理由の一つになってます。続いて紹介するのはジンの守護霊になります。こちらですね、猫又になります。この猫又、守護霊の過去がすごく優秀で、ジンタイプではかなり抜きん出て強いんじゃないかなと思います。理由は、守護霊の過去の真ん中あたりにある、ジンの妖怪技ダメージプラス20%、そしてその下、特技、ジンの無敵時間延長。これはあれですね、このことですね。妖怪技カウンターとでも言いましょうか。このスッ、スッと。これが、これにジンの場合、無敵時間が付与されてるんですけども、その時間が伸びるということですね。なので、普通の猫股をつけない時よりも、ちょっとタイミングがずれても無敵時間が延長されているので、ダメージを受けずにカウンター取れるという形になります。守護霊技はこんな感じで猫股が出てきて雷を落とすんですけれども、いまいち威力もあんま高くないし、まず当たりにくいです。正直使いづらいので、そこはちょっと評価できるとこではないですね。で、すいません、最後にもう一つ、猫股の守護霊加護ですごく強いのが、忍術命中で揚力加算 A なんですね。これ、もちろん忍術を特に相手にぶつける手裏剣だったりとか目つぶしだったりとか、ああいった相手にダメージなりぶつける忍術を使わない人にとっては関係ないんですけれども、そういった忍術使う方にとっては非常に有効です。もうぶつけるだけで勝手に揚力が貯められるので、溜まったら妖怪技使ってなんていう流れにできるので、非常に優秀です。忍術使いの方はもう猫股一択になるんじゃないかなと思います。はい。そして最後、弦の守護霊、おすすめは、はい、こちら、天元孔雀になります。これはですね、本当に強い。今3つ全守護霊を紹介してきたんですけれども、私は最近はもっぱらこの天元孔雀ばかりを守護霊に使っています。この天元孔雀、何が強いのかというと、守護霊の加護の上から2番目、アムリタ吸収で構え別の有利効果というのがついてるんですね。これ何かというと、アムリタを吸収したときに、上段構えなら攻撃力増加、中段構えなら防御力増加、下段構えなら気力の回復速度が上昇する効果が一定時間付与されますというものなんですね。要はアムリタ吸収でっていうオプションが防具にもあると思うんですけども、あれと同じものですね。それが構え別に上段なら攻撃、中段なら防御、下段なら気力回復がアップする効果がつきますよというものなんですけれども、非常に上げ幅が大きくて、例えばこの上段時の攻撃力増加なんですけれども、目に見えて攻撃力が上がるので、ぜひ実際に使ってみて体感してほしいと思います。で、さらに天元孔雀の強い点として、敵、宝、アンムリタ、小玉感知、要は感知系のものが全てついてるんですね。これによって、頭防具とか小物にいちいち何々感知のオプションをつける必要がなくなるので、その分そこに別のものを入れて強化できるということなんですね。これは非常に便利です。さらに属性攻撃で揚力加算 A も非常に便利で、何かしら武器に属性ついてることって多いし、簡単に札だったり何なりで付与もできるので、その属性の攻撃するだけで揚力加算っていうのも非常に使えるものになります。さらに漂着容量、こちら24あるので、先ほど紹介した標備神と同じく
いろんな玉城つけられます。この天元クジャクは元の妖怪技のダメージアップとかっていうのはついてはいないんですけれども、その分アムリタ吸収で構え別の有利効果のメリットが非常に大きいので、本当におすすめの守護霊になってます。ちなみになんですけども、こちら天元クジャクの守護霊技はこういった自分中心に、今は火属性だったんですけども、火属性か水か雷、また水ですね。これ完全にランダムで3属性なんですけども、これを発生させるというものになります。今もまた火ですね。雷があと1個あるんですけども、なかなか出ませんね。このように、今出ましたね。この今出たのが雷で、火、水、雷の3つがランダムで出るので、自分では選ぶことは多分できないと思うんですけども、こういった技になります。そこまで正直強くはないので、自分は使ってはいません。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した守護霊、入手時期が中盤以降になってしまうので、最初から使えるっていうものではないし、守護霊の加護を発動させるための必要能力もそれなりにかかってしまいますが、その分、守護霊の加護の内容、そして漂着容量などとても優秀なので、猫股のみ漂着容量が22ではあるものの、本当に優秀なものになっているので、迷ってる方は今の3つ使ってみたらいいんじゃないかなと思います。また、何かに特化させた装備や戦い方をしている場合は、もちろんこの限りではありません。それぞれ、例えば自分なんかでも、麻痺が使いた時には糸繰りを使ったりもしますし、例えばあとは火に特化させたらキュービを使ってみるだとか、遠距離攻撃を重視したいならヤタガラスなんて選択肢もあるんですけれども、そういったのがなければ今回紹介した3体めちゃくちゃ優秀なのでおすすめです。私は本当現在は天元クジャク、主に天元クジャクで服に猫股入れてるような状態ですね。特に今後アップデで大きな変化がない限りはしばらくはこれでいこうかなと思っている感じです。少しざっくりした紹介にはなるんですけれども、守護霊今回すごい数がいっぱいあって、正直初期の数体以降どれを選べばいいかもわからなくてほったらかしという声も少し聞けたので、そういった方のちょっとでも参考になったらなと思います。この初期に取れる3体もじゃあそこまで弱いのかというと全然そんなこともなくて、それぞれの守護霊ごとに強さはあるので、今回おすすめしたものを使って慣れてきたらまた別のいろいろ数あるので守護霊に変えてみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。